KTC さんのスイベルラチェット BRSW3L。 小型なコンパクトヘッドなのに全長長めなスイベルラチェットです。 KTC さんってなんでかスイベルは出してこなかったんですよね。望む声が多かったほぼ最高発といえるこのスイベル、使用感はどうなのかお伝えしたいと思います。全体はこんな感じ。全長は 300mm、 重量が 375g。 バランスはニュートラル、ほぼ真ん中です。磨きの仕上げなのですがビカビカではなく、1枚雲かかったような感じで顔が映り込むほどではないですね。仕上げからは今までの KTC さんらしさは感じません。刃物跡がまばらに残っていたり、グリップ後部の穴から覗くと中に錆がはっきりと見えたり、ちょっと雑いかなとは感じます。ただ機能的には問題ないです。例えばバリが立っていて手にかかって切れてしまうようなことはありませんし、錆でメッキ浮いたりっていうのも今のところないですね。謳い文句のコンパクトヘッドがこちら。元祖スイベルのスナップオンと比べると随分と小さいですね。ヘッドの幅だけで言えばドライブサイズが一つ小さい渋1のものと同じくらい。強度を持たせるためか厚みはしっかりと取られてまして、また接続のピンも太め。小さなヘッドではありますが華奢という印象はありません。首の硬さはネジの締め具合で調節が可能。最初は随分と硬かったので緩めてから使っています。調整はガチガチからクタクタまで可能ですから、どなた様の好みにも仕上げることができます。ラチェットのギアは72枚。空転は重くなく、ただ硬さを感じますので軽いっていう印象もありません。ラチェットのフィールはいいっすね。パチパチとパルス感のある空転で回しているととても心地よく感じます。ギアのバックラッシュというか遊びはありますが、丸型ラチェットの中では少ない方に感じました。実際の送り角は10度くらいですね。スクエア部分、ソケットとのはめ合いはタイトめ。遊びが大きいことで有名な PB のソケットをつけるとさすがにカタカタしてしまいますが、その他の各社メーカーのソケットをつけてみて大体がかっちり遊びなくつきます。ソケットが外しにくい、つけにくいってこともないっすね。オイルがついているとその限りではないですが、短いソケット、小さなソケットであっても外しにくさを感じることは少ないです。グリップはこんな形。くびれ部分やお尻のボールにうまく指がかかります。滑り止めのローレットのおかげで軸を回すような使い方でもやりやすく、扱いやすいグリップに感じています。使ってみて、ヘッドの小ささがいいですね。それでいてトルク耐性も100ニュートンくらいまでなら問題を感じることもなく、バランスも好み。グリップはシンプルながら壊れる心配ないですから安心感も大きく。このラチェットというかスイベルラチェットの特徴ではありますが、ネジの直上に関節がきますので、似た動作をするフレックスラチェットに比べて大きめに角度をつけても倒れの怖さが薄い。転ばないのでパキパキとネジを回していけます。それでいてコンパクトヘッドは融通も利く。小判型のフレックスで難儀するようなところにもすんなり入ってくれたりするんです。使用感はいいっすね。ただ今は残念ながら使ってねえっす。総じて良いラチェットだとは思うんすけど、一箇所だけ切り替えがうまくできないのです。回すのが大変、それが原因で使っていません。前評判で切り替えがいまいちという意見を聞いていまして、お店で触った時はそうかねくらいな感覚でしたが、使ってみるとなるほどやりにくかったです。ダイヤルの形が指にかからず回しにくく、回してみると操作は重く、それでいて回す角度も必要となかなかに気難しいダイヤルなんです。片手での切り替えは調子が良ければ可能ですが、ダイヤルの位置にも依存しますので、いつでも確実にできるというものではなく、手持ちのスイベルや丸型のラチェット、どれも切り替えは片手でスッとできます。KTC も最初のうちは片手切り替えトライしていたんですけど、今はもうやろうとは思わないですね。これで困るのが、例えばこんなクランプの位置を少し変えたいなんて時、ネジをちょっと緩めて位置調整をしたらすぐにネジを締め付けたいんですけど、この KTC は片手で切り替えることが難しい。この切り替えできなかった時のがっかり感たらすごくて、映像では足の間に挟んで切り替えをしていますが、ちょっと不便ですよね。
かといって両手使えばやりやすいかというとそんなこともないのです。普段は切り替えできないっていうことはない。そこまでの致命的な操作性の悪さは感じませんが、例えば利き手じゃない方だとスムーズにはいきませんし、一番困ってしまうのはオイルついちゃうと途端に回せなくなるのです。コンディションによってはもう爪を立てないと回せない。ニトリル手袋して使っていますと爪立てることで破けちゃいそうに感じるんです。これら切り替えのストレスが溜まっていきまして、これだけが原因でほとんど手に取らなくなってしまいました。ダイヤルの回し方、いろいろと試してはみたのですが、良さそうな方法は見つけられておりません。指がめっちゃ強い方なら文句は出ないかも。ただ私の周りでもこの切り替えは評価高くなく、こうしたら簡単って方法ありましたらぜひ教えていただきたいです。それからさらに望んでも良いならばプッシュリリースも欲しいです。スイベルヘッドはくるくる回りますから、ソケットつけるときにグリンってなって指を挟む危険があります。そんなに頻繁に起こる事故ではないですが、ネガな部分は少ないに越したことはありません。こういうつまらない怪我って私多いんですけど、イライラするんですよね。プッシュリリースならば手間は増えますが、怪我する心配を一つ排除することができるでしょう。KTC さんはプッシュリリースのイメージがありますので、スイベルにもぜひ乗っけてほしいです。この辺、てんこ盛りを上位ブランドのネプロスからなんてことも期待してしまいます。KTC さんのスイベルラチェット BRS3L。KTC さんらしさがないような、しかし KTC さんらしいような不思議な印象を受けたラチェットでした。一人の KTC 好きとしてはこれ進化させていってほしいですね。切り替えのアップデートをぜひ。日本製の安心感だけではちょっと弱いっすよね。もう少し何かあればと思ってしまいます。ただ私の不器用さというのが原因かも。切り替えさえ気にならなければ使いやすいスイベルラチェットの一つに思います。購入前に一度触れてみることをぜひお勧めいたします。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。